リチャード・ファインマンがカリフォルニア工科大学で始めた講義は、60年代初頭の3年間にわたって行われました。彼は1年生と2年生を対象に、物理の土台を、なぜそうなるのか、という問いから出発させました。教科書の暗記ではなく、氷が溶ける様子やコーヒーが冷める過程といった身近な現象を通して、エネルギー保存則やエントロピーの本質を描き出したのです。例えば、氷が溶けるときに分子が乱れ出す様子を、小さな乱れが集まって大きな無秩序になる、と例え、エントロピー増大が不可逆である理由を直感に示しました。続いて電磁気学に移ります。ファインマンはマクスウェル方程式を、自然界の統一された言語、と呼び、電状と磁場が互いに変換し合う様子を水面を伝わる波に例えました。ガウスの法則は、電荷が作り出す源泉、アンペールの法則は、電流が巻き起こす渦、と説明し、抽象な微分方程式を具体的な現象に結びつけました。磁気単極が存在しないことは、位相が1位に決まるという古典的な反映とし、量子論との関係をほのめかしました。このように対称性やゲージ自由度といった高度な概念も、実際のアンテナや電球の光の振る舞いに落とし込みました。次に量子力学です。ファインマンは二重スリット実験を、唯一の謎、と呼び、粒子が同時に複数の経路を取る事実を、すべての道を同時に歩む旅人に例えました。ここで登場するのが経路積分です。すべての経路に位相を割り当てて、その和が観測結果になる。つまり、古典な最小作用の原理を確率的な重ね合わせへ拡張した考え方です。この視点は、光子が空間を伝播するときにマクスウェル方程式が示す波動解が、実は経路積分の暗転近似に過ぎないという洞察と一致します。ファインマンは電磁波の伝播を、無数の経路が干渉し合い、強め合う結果、と捉え、古典と量子の橋渡しを視覚的に示しました。エネルギー保存則についても、彼は、自然界には消失しない何かがある。機械エネルギー、熱エネルギー、電磁エネルギー、化学エネルギーと形を変えて循環する不変な量として提示しました。この統一視点は、マクスウェル方程式のエネルギー密度とエネルギー流速が時間変換対称性から導かれるのをターの定理と、量子系におけるハミルトニアン気体値の保存が同根であることを示す重要な鍵となります。ファインマンは常に、本当に理解したならば、それは誰にでも説明できることを求めました。彼の有名な言葉、もしすべての科学知識が失われたら、残すべき最も重要な分は、すべてのものは原子からできている、という原子仮説だ。は、シンプルさと深さの両立を象徴しています。学生には、なぜと自問自答させ、盲目的に受け入れさせず、常に疑い、実験で検証する姿勢を育てました。ここからはマクスウェル方程式と量子力学の直感的対応を掘り下げます。電状と磁場の相互変換を、状態の重ね合わせと干渉に例え、電磁波が伝わるときに位相が整列してエネルギーが集中する様子を、量子振幅が位相の輪で強め合う現象と同一視しました。また、ガウスの法則が磁気単極を許さないことを、確率振幅の位相が1位に決まるという量子要請の古典投影と位置づけ、トポロジカルな制約が場の位相構造に現れることを示しました。経路積分の形式的側面にも触れます。ファインマンはマクスウェル方程式の波動解が、すべての古典経路の重ね合わせ、そのものだと主張し、光の経路はフェルマーの最短時間原理だけでなく、無数の可能な道が確率振幅として存在し、位相の相和が観測結果を決めると述べました。この考え方は、後に数学者が厳密に定式化したファインマン、伊藤公式と同様に、確率過程を用いて量子系の時間発展を記述する手法の基盤となります。さらに、ベクトルポテンシャルの非物理性、すなわちゲージ自由度と確率振幅の位相の非観測性の等価性を指摘しました。ポテンシャルは観測できない補助量ですが、量子力学ではその位相が干渉パターンに直接影響を与える、アハラノフ、ボーム効果、ことを示し、
場の真の物理は場の強さではなく位相の回転にあると結論付けました。この洞察は量子情報理論が掲げる位相情報の重要性を先取りしたものと言えるでしょう。以上の議論を踏まえてファインマンの教育哲学が現代に生かせる方法を考えます。まず科学思考法、仮説の明確化、観測との照合、誤りからの学びは探究型学習やプロジェクトベース学習と親和性が高いです。身近な現象から出発し、直感モデルを作り、最後に形式的な式へと進む4段階プロセスは次のように整理できます。第1段階では、身近な現象や不思議な実験結果に対して、なぜと問いかけます。二重スリットの干渉模様や電磁誘導の瞬時の光の点滅などが例です。第2段階では、日常的な比喩や視覚イメージで直感モデルを作ります。光子の経路を、無数の小さな川が合流して大河になると描くと、位相の重ね合わせがイメージしやすくなります。第3段階では、そこからラグランジアンやハミルトニアンといった式へ昇華させ、数学的に厳密な検証を行います。第4段階では、人工知能が学習者の説明を評価し、あなたならどう説明しますかというフィードバックを提供することで、自己説明効果を最大化します。このサイクルは、ファインマンが講義で実践した質問、直感、式、検証の流れと完全に一致します。経路積分を利用した量子現象の説明は、確率的なブラウン運動と結びつけることで、古典的確率過程と量子力学の橋渡しを可能にします。例えば、スピンダイナミクスを平面上のブラウン運動で表現すれば、学生は揺らぐ粒子の軌跡がスピンの回転を決めるイメージを持ち、抽象的なハミルトニアンの意味を感覚的に把握できます。ファインマンの講義は単なる知識の伝達ではなく、科学者としての姿勢を育む教材でもあります。彼は自分が本当に理解したかどうかは他人に説明できるかで測れると語り、自己説明を学習の中心に据えました。この考え方は認知心理学が示す自己説明効果と合致し、学習者が自らの言葉で概念を再構築することで、長期的な定着が促進されます。また、ファインマンはユーモアと日常語彙の活用にも長けていました。専門用語を避け、電情を、張力、磁場を、圧力、と呼び、聴衆の認知負荷を軽減したのです。この手法はオンライン講座や大規模オープンコースでも有効です。視覚的なアニメーションや音声解説に加えて、日常的な比喩を組み合わせることで、受講者は抽象概念を身近に感じ取れます。晩年に取り組んだ未完の強い相互作用と量子色力学の講義では、D 次元における非接道上の定式化が示唆されました。これは既存の数理構造を超えて新しい直感枠組みを構築しようとする姿勢の表れです。教育現場でこの精神を取り入れるなら、固定されたカリキュラムにとらわれず、学生自身が未知の領域に挑戦できる、創造的探求の場を設けることが重要です。未来の物理学教育への提言として、3つの柱を挙げます。第1は、直感と形式の双方向性。直感イメージを先に提示し、そこから形式的な式へ導くことで、概念の骨格と肉付きを同時に把握できます。第2は、個別化されたフィードバック。人工知能が学習者の説明を解析し、適切な質問やヒントをリアルタイムで提供することで、ファインマンが求めた自己説明のプロセスを自動化します。第3は、探究型プロジェクトの統合。実験やシミュレーションを通じて、学生が自ら問題を設定し、解決策を模索する過程で、科学思考法そのものを体得します。以上、リチャード・ファインマンの講義とその背後にある哲学を紐解きながら、基礎物理学の革新原理と科学思考法を包括的に紹介しました。自分の言葉で説明できるように練習すれば、疑問や発見が生まれます。それが真の学びの証です。次回は、具体的な経路積分の計算例と、
人工知能を活用した自己説明支援システムのデモンストレーションをご紹介します。1、電磁気学の誕生とマクスウェル方程式の統合。19世紀前半、オーストリアの物理学者オーラ・ローレンツは、電荷が運動すると磁場が生じるという経験則を数式化しようと試みました。ローレンツは、ローレンツツトムと呼ばれる式を導き出し、電場と磁場が相互に作用する姿を明らかにしました。一方、イギリスのマイケル・ファラデーは、電磁誘導の実験を通じて、変化する磁場が電場を生成することを示しました。ファラデーの実験は定性的でありながら、電磁エネルギーの保存という概念を暗に含んでいました。これら2つの流れは、ジェームズ・クラーク・マクスウェルによって一つの統一理論へと昇華されました。マクスウェルは電場と磁場をそれぞれベクトル上として扱い、4つの微分方程式、ガウスの法則、電場、ガウスの法則、磁場、ファラデーの法則、アンペール、マクスウェルの法則を体系化しました。この方程式群は光が電磁波であることを予言し、光速が真空中の電磁定数と磁気定数の組み合わせで決まることを示しました。マクスウェル方程式の成立は、自然界の4つの基本相互作用のうち、電磁相互作用が完全に記述できた最初の例であり、後の統一理論への導標となりました。エピソード、マクスウェルの手紙と光の波動説、争点。マクスウェルが自らの理論をまとめた思考を友人のヘンリー・トワソンに送った際、トワソンは、光は粒子でもあるのではないか、と疑問を投げかけました。マクスウェルは即座に、光は電磁場の揺らぎであり、粒子性は不要だ、と答えました。このやりとりは、当時の光をめぐる論争に新しい視点を与えました。理論と実験が互いに話し合いながら進むという、科学の在り方の原点を示す出来事でした。さて、ここからは量子力学への転換と、ファインマンが考案した経路積分についてお話しします。20世紀初頭、黒体放射や光電効果といった現象が古典物理学では説明できず、壁にぶつかっていました。プランクの量子仮説やボーアの原子模型を経て、波動関数を中心とした量子力学へと時代が移り変わります。シュレーディンガー方程式が登場しましたが、時間発展の直感的理解は依然として難しいままでした。そこでリチャード・ファインマンは、古典的な確率と量子の振幅が類似していることに注目しました。彼は、考えられるすべての経路を足し合わせるという経路積分の枠組みを提案しました。ファインマンは、粒子が無数の可能な道を同時に歩く様子を、山岳地帯を横断するたくさんのハイカーに例えて説明しました。それぞれのハイカーが持つ位相というリズムが重なり合い、干渉することで、最終的にどこにたどり着く確率が高いかが決まるという仕組みです。この例えにより、学生は抽象的なハミルトニアンという概念を感覚的に捉えることができました。この経路積分が生まれた背景には、ポール・ディラックが唱えた作用の指数関数的表現がありました。ディラックは量子力学の形式を古典的な作用原理に結びつけようとし、指数関数の形で線維振幅を書き出しました。ファインマンはこのアイデアをさらに広げ、時間を細かく区切り、ステップごとの小さな位相因子を掛け合わせることで、連続的な経路積分を導き出したのです。この手法は、後に統計力学の分配関数と同一型であることが判明し、量子統計と熱統計をつなぐ重要な架け橋となりました。次に、熱力学第一法則とエネルギー保存則の真相に迫ります。熱力学は、エネルギーが形を変えることや、元に戻れない過程を扱う学問です。第一法則は、エネルギーは新たに作られず消えず、形を変えるだけであると述べます。ファインマンはこの法則を、宇宙全体の時計が一定のリズムで刻むビートのようなものだと表現し、エネルギー保存を時間対称性と結びつけました。また、ノーターが唱えたハミルトン原理では、K のラグランジアンの時間積分が最小になるという条件から、エネルギー保存が自然に導かれることが示されています。実験例としてカルノーサイクルと効率測定を挙げます。19世紀末、
フランスのエミール・カルノーは理想的な熱機関のモデルを作り、温度差が仕事に変わる最大効率を導き出しました。しかし、実際の蒸気機関にこの理論を適用すると期待した効率とは大きく乖離し、負荷逆過程がエネルギー散逸の原因であることが明らかになりました。この経験は、エネルギー保存則が単なる数式ではなく、実験と理論が相互に確かめ合うプロセスであることを示す公例です。続いて、科学的思考法とファインマンテクニックの実践について述べます。ファインマンは、本当に理解したかどうかは、他人に教えることで測れる、と繰り返し言いました。この考え方は、現在の認知心理学でいう自己説明効果と同じです。具体的な手順は3段階です。第1は概念の抽象化です。まず、物理現象を日常的な例えや図で簡潔に表現します。例えば、電磁波の電板を水面に投げ込んだ石が作る波紋に置き換えることで、波の位相と振幅の関係を直感的につかむことができます。第2は数式への翻訳です。抽象化したイメージを対応するラグランジアンやハミルトニアンという式に落とし込みます。この段階では記号の意味を一つずつ確認し、単位や境界条件を明確にします。第3は再説明とフィードバックです。完成した説明を仲間に口頭で伝え、質問や指摘を受けます。出た疑問点を再度概念化し、循環的に改善していきます。近年、人工知能技術により、この自己説明プロセスを自動化できるようになりました。自然言語処理と数式解析を組み合わせ、学習者の説明をリアルタイムで評価するシステムが開発されています。入力された文章を解析し、重要概念の出現頻度や論理的接続詞の使用状況をスコア化し、数式については記号の正当性や定理との矛盾をチェックします。その結果、システムは、概念 A と概念 B の関係が不明確です。この式は単位が合っていません。といった具体的指摘を提示し、学習者が自ら修正できる環境を提供します。ファインマンは講義で専門用語をあえて使わず、身近な言葉で言い換える手法を多用しました。例えば、電状を空気中に張り巡らされた見えない糸、磁場を金属板の裏側に潜む押し引きの力と表現しました。このような例えは脳への負担を減らし、聞き手の注意を革新概念へと導きます。デジタル時代には、こうした例えをさらに活用できます。仮想現実の環境で学生が自ら電磁波の波面を手で触れるシミュレーションを体験すれば、抽象的な電状や磁場のベクトルを実体感として認識できます。また、拡張現実で実験装置に情報を重ね合わせ、時速の方向を矢印で可視化し、位相の変化を色で瞬時に示すことで、位相情報の重要性が直感に伝わります。これらの技術は、ファインマンが求めた視覚と感覚の統合学習を実現するものと言えるでしょう。創造的探求と未踏領域への挑戦についてです。ファインマンが晩年に取り組んだ量子色力学の講義ノートは未完成でしたが、工事元空間における非接道上の定式化という大胆なビジョンを示していました。これは既存の枠組みを超えて新しい直感構造を作ろうとする姿勢の表れです。教育現場でこの精神を受け継ぐには、決められたカリキュラムに縛られず、学生が自ら課題を設定し未知の領域に踏み込む、創造的探求の時間を設けることが欠かせません。ある大学の上級物理コースでは、学生チームがトポロジカル絶縁体のバンド構造をシミュレートするプロジェクトを実施しました。まず、ファインマンの直感的説明手法を学び、バンドギャップを山と谷の地形に例えて可視化しました。その後、数値計算ソフトでハミルトニアンを構築し、位相不変量を計算。最終的に成果を一般向けに発表し、専門外の人にもわかるように例えやアニメーションを駆使しました。このプロセスは、理論と実験、直感と形式、個人学習と共同作業が有機的に結びついた公例です。ここまでの内容をまとめます。電磁気学の始まりからマクスウェル方程式の統合、量子力学への転換期におけるファインマンの経路積分、
熱力学第一法則とエネルギー保存則の真相、そして科学的思考法とファインマンテクニックの実践方法までを幅広く整理しました。さらに、人工知能支援の自己説明システムや仮想現実、拡張現実を活用した直感説明、創造的探求プロジェクトの例を通じて、現代教育への応用を示しました。学習者が自分の言葉で説明できることを究極のゴールとし、日常の例と数式を行き来する訓練を続けることが、基礎物理学の革新を本当につかむ唯一の道であると強調します。次回の動画では、実際に経路積分を用いた簡易ハーモニック振動庫の計算手順をステップバイステップで示します。同時に、人工知能が提供するリアルタイムフィードバックのデモも行います。皆さんが自らの手で量子の世界を描く体験を通じて、科学思考の喜びを再発見できることを期待しています。それでは、次回の講義でお会いしましょう。探求心を忘れずに前進してください。さて、次回の予告として、経路積分によるハーモニック振動庫の具体的計算について全体像を簡単にお伝えします。まずは、古典的な単振り子を量子化する際に最も直感的で計算に役立つ手法である経路積分についてです。これは、ファインマンが提唱したすべての可能な経路の和という概念に基づき、次の3段階で構成されます。第1段階は歴史的背景と思想的起源です。第二次世界大戦中、ロスアラモス研究所にいたファインマンは核兵器開発に伴う複雑な散乱問題に直面しました。従来の節動論では計算が困難なケースが多く、すべての可能な軌道に重みをつけて足し合わせる新しい枠組みを模索しました。ここで経路積分が生まれ、自然はすべての道を同時に歩むというエピソードは、後の量子上理論の土台となりました。第2段階は数学的定式化と直感的例えです。経路積分では時間間隔を無限に細分し、各ステップで1が取り得る値をすべて列挙します。そして作用に対して指数関数的な重みをつけます。この過程を川の流れに例えると、無数の小枝が合流しながら主流へ導かれる様子に似ています。各枝は可能な歴史の一つであり、干渉し合うことで最終的に観測できる振幅が決まります。第3段階はハーモニック振動庫への適用と数値実装です。具体的計算ではまずラグランジアンを設定し、細かく分割した時間格子上で積分を行います。数値計算としてはモンテカルロ法を用いたサンプリングが有効で、学生は自らコードを書き、ランダムに選んだ経路がどれくらい寄与するかを評価できます。結果として得られる伝播関数は、解析的に求められるが薄型の形状と完全に一致し、理論と数値の両面から経路積分の正しさを体感できるはずです。最後に、人工知能支援型学習環境の最新動向に触れます。最近の人工知能技術は、単なる採点ツールを超えて概念生成エンジンとして機能し始めています。学習者が入力した説明文を自然言語処理で解析し、未使用の例えや類推を自動で提案するシステムが開発されています。例えば、電磁波の変更を、光の振り子が特定の平面だけで揺れる様子、と表現した場合、システムは円変更や楕円変更への拡張例えを提示し、概念の階層を深めてくれます。さらに、拡張現実を活用した可視化ツールは、教室の黒板上にベクトル上を立体に映し出し、学生が手で操作できる仕組みを提供します。磁場の閉じた曲線を指で描くと、その周囲に渦巻く電流のイメージがリアルタイムで生成され、ガウスの法則やアンペールの回路定理を視覚的に体感できます。こうすることで、微分という抽象概念が手で触れるように理解でき、学習効率が飛躍的に向上します。熱力学の根本にあるエントロピーは、情報理論と深く結びついていることが最近分かってきました。ランドアーの原理によれば、情報を消去すると必ず熱が放出されます。これはコンピュータ設計における重要な制限となります。この考えを物理の授業に取り入れることで、学生は、情報も物理的な量の一つだ、と実感できます。エネルギーが保存されるのと同様に、情報も保存されるという概念が自然と身につきます。
例えば、学生チームがブラックボディ放射をコンピュータシミュレーションで再現するプロジェクトがあります。放射される光のスペクトルとエントロピー変化を同時に測定し、エネルギー分布と情報量の関係をグラフ化します。これにより、熱平衡状態でエントロピーが最大になる原理を自ら確認しながら学ぶことができます。ファインマンが提唱した自分の言葉で説明できる方法は、研究論文執筆やプレゼンテーションでも有用です。まず、研究対象の理論を紙と鉛筆だけで要点整理し、次に専門外の人に口頭で説明します。この過程で自分でもわからない点や矛盾が浮かび上がり、すぐに見直して概念を再構築することで、論文の論理がしっかりします。実際に大学院生がトポロジカル絶縁体の研究成果を一般向け科学雑誌に投稿する際、ファインマンテクニックを活用しました。バンド構造を山と谷の地形に例え、位相不変量を地図上の標高差として説明した結果、査読者からの質問が大幅に減り、掲載までの期間が短縮されたという報告があります。現代の基礎物理学は、量子情報科学、材料科学、生態物理学など多様な分野と交わっています。例えば、量子コンピュータを作るには超伝導回路が不可欠です。この回路を理解するには、マクスウェル方程式と量子力学の両方の知識が必要です。学生がこうした分野横断的なプロジェクトに参加することで、理論と実験、数式と直感が相互に補完し合う学習経験を得られます。将来、量子重力や時空のエマージェント性といった未踏領域への探求が期待されます。ファインマンが晩年に残した場の非接動定式化というビジョンは、現在のツル理論やループ量子重力の研究者にも影響を与えています。若い世代がこの精神を受け継ぐことがとても重要です。最後に、学習者が自らの手で概念と数式の橋渡しを繰り返すことが、基礎物理学の核心を真につかむ唯一の道であると再確認します。日常生活の中で見つけた現象を比喩にし、そこからラグランジアンやハミルトニアンへと昇華させ、さらに他者に再説明するサイクルを継続的に回すことで、知的好奇心は永続的に燃え続けます。次回の講義では、経路積分の数値実装デモと人工知能がリアルタイムで提供するフィードバック例を交え、皆さんが自らの手で量子の世界を描く体験を提供します。ノートとパソコンを準備し、実践的な演習に臨んでください。次回の演習に先立ち、まずファインマン講義録がどのように現在のカリキュラムに組み込まれたか、歴史的背景を振り返ります。1960年代初頭、カリフォルニア工科大学で開講されたファインマン物理学講義は、当時の教科書が持つ形式主義的記述への反動として企画されました。ファインマン自身は黒板にチョークで図を描きながら、電磁波の干渉や散乱を水面に投げ込んだ石の波紋に例えて、学生の直感に訴えました。この手法は後にファインマンテクニックとして体系化され、概念の可視化と自己説明の重要性を強調する教育哲学へと昇華しました。この精神を踏まえて、マクスウェル方程式の成立過程も再考します。ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、電磁場を統一的に記述しようと、1861年に4つの方程式を草稿にまとめました。当時は微分形式という抽象的な言語が未熟で、ヘンリー・トワソンやオリバー・ヘビサイドの数学的貢献を経て、最終的にベクトル解析という形で整備され、20世紀初頭に電磁波の存在が実証されました。この流れは、理論は実験を導き、実験は理論を洗練させる、という科学思考法の恒例です。学生には、実験データと数式の相互関係を自ら追体験させる教材として活用できます。さらに、エネルギー保存則の根底にあるノーターの定理を取り上げます。エミー・ノーターは変分原理から対称性と保存則の一般的対応関係を示し、時間平行移動の対称性がエネルギー保存に等価であることを証明しました。この概念は量子上理論におけるハミルトニアン構築や
超電導回路設計に直接応用されます。授業では、簡易なラグランジアンを用いて時間不変性を破る外部駆動系のシミュレーションを行い、エネルギーの流出入れを可視化します。その結果、エネルギーが見えない形で情報として蓄積される様子を、情報理論との接点であるシャノンエントロピーと比較検討します。情報理論と熱力学の融合は、量子情報処理の教育にも不可欠です。例えば、量子ビットの測定過程で生じるデコヒーレンスはエントロピー増大の具体例として提示できます。学生は量子回路シミュレータ上でベル状態を生成し、部分測定を行うことで情報喪失の度合いと熱エネルギー放出量を数値化します。この実験は、抽象的エントロピー概念を測定装置の温度上昇という具体指標に結びつけ、理論と実験の橋渡しを体感させます。また、拡張現実支援型実験室の最新事例として、学生がスマートグラスを装着し、仮想的な電磁場ベクトルを手の動きで操作できる環境を紹介します。ガウス面を指で囲むと即座に平曲線上の電速密度が数値として表示され、アンペールの回路定理の局所適用が視覚的に確認できます。さらに、人工知能空間内でパス積分のサンプル経路をドラッグすると、リアルタイムで作用の指数関数重みが更新され、量子揺らぎの概念が触覚的に理解できるよう設計されています。最後に、学際的プロジェクトの具体例として、光学系と機械系を統合した高圧トラップの構築を提案します。学生はレーザー光の圧力が微小粒子を捕獲するメカニズムを、マクスウェル応力テンソルとハミルトン形式でモデル化し、数値シミュレーションと実機実験を並行して行います。成功すれば、光エネルギーが機械エネルギーへ変換される過程を直接観測でき、エネルギー保存則と光子の運動量概念が統合的に学べます。このような実践課題は、理論洞察と実装能力の両輪を同時に鍛える最適な訓練となります。以上の内容を踏まえて、次回は経路積分の数値実装デモと人工知能がリアルタイムで提供するフィードバック例を交え、皆さんが自らの手で量子の世界を描く体験を深めます。ノートとパソコンを準備し、コードを書きながら概念を具現化するプロセスを共に進めましょう。